夕暮れの道を一人で歩いている時、ふと遠くからあのメロディーが聞こえてくる。学校のスピーカーから流れる下校のチャイム、夕焼け小焼けや家路などの聞き慣れた音楽、ノスタルジーを感じるはずのその音に、なぜか心がざわついたことはないでしょうか。急に世界から取り残されたような感覚、早く帰らなければという得体の知れない焦燥感、誰もいない空間で鳴り響くその音は、ただの合図以上の何かを持っています。岩観光察ラジオへようこそ。今夜は誰もいない校庭で反響する下校のチャイムがもたらす不安について、その正体を静かに紐解いていきます。あなたが最後にその音を聞いたのはいつのことだったでしょうか。おそらく多くの人にとってそれは子供時代の記憶と強く結びついているはずです。背中にずっしりと感じるランドセルの重み、アスファルトを蹴る自分の靴の音、長く伸びた電柱の鍵を踏みながら帰った道、友達と別れる交差点に漂う少し冷たい空気、どこかの家から換気扇越しに流れてくる夕飯の支度を思わせるかすかな匂い、それらの確かな記憶とセットになっているはずです。しかし大人になった私たちがふとした瞬間にその音を耳にした時、そこに感じるのは純粋な懐かしさだけではありません。そこにはかすかな違和感のようなものが確実に混ざり込んでいるのです。あのメロディーを聞くと無意識のうちに足早にならなければいけない気がする。ここにいてはいけないような気がする。その得体の知れない不安の輪郭を一つずつ丁寧に言語化していきましょう。まずはその音そのものが持つ性質について少しだけ細かく思い返してみてください。最初の違和感はその音響の歪みにあります。学校の校舎という巨大なコンクリートの建造物、そこに設置された業務用のスピーカーからチャイムの大音量が放たれます。その音波は誰もいないグラウンドを向け、無機質な壁にぶつかって幾重にも跳ね返ります。この時スピーカーから直接届く音と壁に反射して少し遅れて届く音が空中で複雑に混ざり合うのです。さらに夕方特有の冷え込みや気まぐれに吹く風の影響によって音程がわずかに揺らいで聞こえます。まるで古いカセットテープが伸びたような、少しだけ音痴になったような奇妙なメロディー。それは決して完璧な音楽ではありません。どこか壊れかけた機械が歌っているような不安定で人工的な響きを持っています。この微妙な音の歪みが私たちの三半規管を静かに揺さぶり、現実感が少しだけ薄れていくような、世界が傾くような感覚を引き起こすのです。日常の風景が一瞬にして見知らぬ場所に変わってしまうような、そんな静かなめまいに似ています。この揺らぎは私たちの記憶の揺らぎでもあります。かつては鮮明だったはずの過去の記憶が時間とともに少しずつ輪郭をぼやけさせ、不確かなものになっていく過程、その心理的な不安定さが音の歪みと見事に共鳴してしまうのです。だからこそその音を聞いた時、私たちは自分の足元が不意に少しだけ沈み込むような感覚を覚えるのでしょう。2つ目の違和感は音楽が終わった直後です。多くの下校のチャイムは余韻を残して静かにフェードアウトしません。時間が来れば機械的にブツッと切断されます。最も奇妙に感じられるのはその直後の時間です。スピーカーからのノイズが消えた瞬間に訪れる耳鳴りがするほどの圧倒的な静寂。さっきまでの大音量が嘘だったかのように、世界が急に真空状態に放り込まれます。この音響の落差が非常に不自然なのです。大きなメロディーが鳴っている間は私たちの意識はその音に向けられています。しかし音が消え去った途端、自分を取り囲む空間の異常な広さと、そこに自分しかいないという圧倒的な事実に強制的に直面させられるのです。
まるで舞台の幕が突然降りて、照明がすべて消されたような喪失感。そこに残されるのは観客もいない劇場で、一人立ち尽くす自分だけです。この静けさは単なる音の不在ではありません。何かが決定的に欠落していることを意識させる、世界から切り離されたような静けさなのです。音が鳴っていた時間が長ければ長いほど、その後の静寂はより重くのしかかってきます。それは祭りの後の静けさにも似ていますが、もっと冷たくて機械的な断絶です。私たちはその時、自分が世界からポツンと切り離されてしまったような、説明のつかない孤独感に包まれます。その静寂の中では自分の呼吸音さえも不自然な音のように感じられてしまうのです。3つ目の違和感は周囲の環境音との重なりです。チャイムが鳴り響く少し薄暗い空間、そこには遠くで鳴く日暮らしの声やねぐらへ帰るカラスの鳴き声が重なって聞こえることがあります。スピーカーが発する無機質な電子音と自然界の生物が発する生命の音、この2つが夕暮れという得意な時間帯で奇妙なハーモニーを奏でます。虫や鳥の鳴き声は本来人間の時間とは無関係な自然の風景です。しかしそこにチャイムという人間が作った規則的な時間が介入することで、空間全体が一時停止したかのような、時間が止まったような錯覚に陥るのです。人間たちの活動時間が終わったことを人間以外の生き物たちに宣告しているような、そんな不思議な儀式を見せられている気分になります。自然界の風景の中に不自然なほど巨大な人工物が突然現れた時のような違和感、それが音という形をとって私たちの耳に忍び込んでくるのです。日が沈みかけて影が長く伸びる時間帯、自然の時間はゆっくりと夜へ向かっているのに、チャイムの音だけがデジタルな正確さでその風景を切り裂いていきます。有機的な自然の営みと無機質なシステムの衝突、その境界線に立ち会ってしまったような落ち着かない感覚がそこに生まれるのです。さらにもう一つ見落としがちな違和感があります。それはチャイムが学校の中だけで鳴っている音ではないということです。あなたがその音を聞く場所は必ずしも校庭や教室の前とは限りません。住宅街の細い道を歩いているとき、古いブロック塀の続く路地を通っているとき、夕方の商店街で買い物袋を持っているとき、線路沿いの道で踏切を待っているとき、不意に遠くの学校からあのメロディーだけが風に乗って届いてくることがあります。音の発信源は見えません。校舎も見えない。スピーカーも見えない。子供たちの姿も見えない。それなのにその音だけが街の空気の中に薄く広がっていく。家の窓に反射し、電柱の間を向け、空き地の草むらの上を漂い、低い建物の壁にぶつかって少しだけ形を変えながら届いてくる。その瞬間、ただの住宅街だった場所が一瞬だけ学校の延長のように感じられます。ここはもう学校ではないはずなのに、チャイムの音だけが街全体に帰る時間を知らせている。この感覚はかなり不思議です。大人になった私たちはもう下校する立場ではありません。ランドセルもありません。先生にせかされることもありません。友達と別れる校門もありません。それでもあのメロディーが聞こえた瞬間、心のどこかが勝手に反応してしまう。早く帰らなければいけない。暗くなる前に家に着かなければいけない。ここに長くいてはいけない。そんな古い感覚だけが理由もなく体の奥から立ち上がってくるのです。ここにあるのは記憶と現在のズレです。今の自分はもうそのチャイムのルールの内側にはいません。けれど音だけは昔と同じように街へ流れ続けている。
自分はもう呼ばれていないのに、音だけが昔の自分を呼び戻してくる。そこに懐かしいのに落ち着かない独特の心細さが生まれます。下校のチャイムは学校の中だけの音ではありません。街全体に昼の終わりを告げる境界音として静かに染み出しているのです。だから大人になってから聞くと、私たちは少しだけ戸惑います。自分はもう帰るべき子供ではない。けれどあの音を聞くと、どこかへ帰らなければいけない気がする。その矛盾が夕暮れのチャイムをただ懐かしいだけでは終わらせないのです。これらの具体例から見えてくる違和感の正体とは一体何なのでしょうか。ここで一つの仮説を提示したいと思います。それは人間不在のシステム音という概念です。下校のチャイムは本来、校庭で遊ぶ子どもたちという集団に向けて帰宅を促すための実用的なアナウンスです。しかし夕暮れの遅い時間帯や休日の夕方など誰もいない校庭で、その音だけが定時になり響くことがあります。誰も聞く者がいない空間で、ただプログラムされた通りに作動し続ける機械、対象となる人間がすでにいないのに、システムだけが空回りしている状態。深夜の誰も通らない交差点で赤と青を切り替え続ける信号機を見た時や、閉店後の暗い店内で自動音声の挨拶だけが繰り返されている時のあの居心地の悪さに似ています。人間が作った便利なシステムが人間がいなくなった後も動き続けることで、逆に人間の不在を強烈に浮き彫りにするのです。この現象を空白への不安と呼ぶことができるでしょう。音が鳴ることで空間が満たされるのではなく、音が鳴ることでそこが空っぽであることがより残酷に証明されてしまうのです。本来なら安心感を与えるはずのメロディーが誰の耳にも届かずに空中に溶けていく。その無意味さが私たちを落ち着かなくさせます。もしそこに遊んでいる子供たちが一人でもいれば、その音は正常な機能として受け入れられます。しかし人間というピースが一つ抜け落ちただけで、見慣れた日常のシステムが突然得体の知れない異物のように感じられてしまう。私たちが頼りにしている社会のルールや時間がいかに脆い前提の上に成り立っているかを、その無人のチャイムは静かに語りかけているのです。少し視点を変えて校舎という建物自体に目を向けてみたいと思います。学校という施設は非常に特殊な構造を持っています。同じ形をした教室が規則正しく並び、長い廊下がそれをつないでいる。そこから子どもたちという命の気配が抜け落ちた時、学校は機能を停止した巨大な箱のような静まり返った無機質な空間へと姿を変えます。主を失った遊具が落とす長い影や夕日が差し込む無人の教室、そうした用途を失った空間の風景と無機質なチャイムの音が合わさるとき、かつては自分もその風景の一部だったはずなのに、今は完全に部外者としてそこを眺めている。そんな孤独な錯覚に陥るのです。さらにチャイムがもたらす帰る時間を強制する感覚にも触れておきましょう。夕暮れの曖昧なグラデーションの時間をチャイムはシステムオンとして一変させます。はい、昼はここまでですというように空間のルールを強制的に切り替えるのです。まだ帰りたくないという未練や、もっと遊んでいたいという無意識の願望が冷たい音によって終了を告げられる。大人になった今でもその音を聞いて焦るのは、空間を管理する巨大なシステムに行動を決定されているという記憶の刷り込みが体の奥に残っているからでしょう。そしてこの違和感の最も深い部分には、大人になってから聞いた時の記憶とのずれがあります。私たちがチャイムを聞いて焦りを感じる時、実はどこへ帰るべきなのかわからなくなっていることはないでしょうか。大人の私たちはも
ランドセルを置いておやつを食べる。あの安全で無条件に守られた子供部屋には帰れません。チャイムが象徴していたあの絶対的な安心感には二度と戻ることができないのです。だからこそあのメロディーを聞くと、帰る場所を失った迷子のような心細さが刺激されます。過ぎ去った時間への郷愁は二度と戻れないという事実を突きつけられる静かな痛みでもあるのです。誰もいない校庭でいがむチャイムの音は、私たちがもうあの空間の住人ではないことを淡々と教えてくれる時報なのです。この事実を受け入れることは、ある意味で大人になるということそのものです。しかし夕暮れ時に響くあの音は、私たちが普段は意識しないその痛みを静かに思い出させてしまいます。だから私たちはあの音を聞くたびに、少しだけ立ち止まって、見えない何かに向かって耳を澄ませてしまうのでしょう。この違和感は私たちの生活の他の場面でも感じることがあります。例えばショッピングモールが閉まる直前に流れる蛍の光のメロディーを聞いたとき、賑やかだった場所が眠りにつく準備を始め、自分だけが取り残されていくような感覚。あるいは最終電車が出た後の静まり返った駅のホームに立った時、そこにあるのは祭りの後のような寂しさと、日常のシステムから外れてしまったような不安です。下校のチャイムが特別なのは、それが私たちの最も古い記憶と強く結びついているからです。そしてその音は毎日同じ時間に、日本中のあらゆる場所で正確に再生され続けています。それはまるで巨大な時計の秒針のように、私たちの感情とは無関係に淡々と時間を刻み続けているのです。この巨大で無機質な時計の存在に気づいた時、私たちは自分の小ささと過ぎ去っていく時間の不可逆性を改めて思い知らされることになります。私たちがどれほどその場にとどまりたいと願っても、システムは決して止まることなく、次の時間へと世界を押し流していくのです。ここまで考えてくると、夕暮れのチャイムがもたらす不安の正体が少しずつ明確になってきます。それは単なるか声の干渉ではありません。役割を終えた空間が放つ静かな空白と、システムが冷淡に刻む時間の強制力、そして自分自身の居場所の不確かさ、それらが交差する瞬間に生まれる説明のつかない静かな不安です。私たちはその音を聞くたびに、自分の足元が少しだけ揺らぐようなかすかな喪失感を味わっているのです。そしてその喪失感こそが、私たちが大人として生きている証なのかもしれません。失われたものの大きさを知っているからこそ、その音に心がざわつくのです。何も失っていない子供たちには、その音はただの帰るための合図でしかありません。その音の向こう側に、戻れない時間の広がりを感じ取ることができるのは、私たちが十分に長い時間を生きてきたからです。だからその不安は必ずしも悪いものではないのかもしれません。次にあなたが夕暮れの街を歩いていて、どこかからあのチャイムの音が聞こえてきたら、少しだけ立ち止まって耳を澄ませてみてください。音程がかすかに狂っていないか、コンクリートの壁にどう反射しているか、そして音が途切れた瞬間に訪れるあの耳鳴りがするほどの静寂の余韻をゆっくりと味わってみてください。街全体に染み出していくその音の波紋を目を閉じて想像してみてください。きっと以前とは違う感覚でその風景を受け止めることができるはずです。あなたが感じていたあの心細さは決してあなただけのものではなかったのです。その違和感に名前を与えたことで少しだけ孤独の形が変わるかもしれません。夜が完全に降りてくる前のわずかな時間の隙間で、私たちはまたあの音に出会うのでしょう。
その時世界はどんな顔をしているのか。誰もいない空間で鳴り響く音は、実は私たちの記憶の奥底にある少し冷たい隙間を静かに撫でているだけなのかもしれません。明日もまた同じ時間にどこかの街でその音は鳴り響きます。それに耳を傾ける人がいてもいなくても、システムはただ淡々とその役割を果たし続けるのです。その事実が少しだけ私たちに静かな安らぎを与えてくれるような気がします。それではまた次の違和感でお会いしましょう。